What's up everyone? This is Sora! はい、今週もソラ先輩クラブ始まりました。この12月で2020年も終わりますけど、どんな感じですか？もう俺はもうね、結構今ね、今日のゲストが誰かも分かってると思うけれども、もう最高に幸せな1年でございます。今週のゲストもこの方、倖田來未さんです。よろしくお願いします。倖田來未ミニアルバム Angel and Monster。 どう？これ第2部だけど俺と喋るの慣れてきた？いやだいぶもう結構マブダチぐらいのそうだよね、勢いまで来てるんじゃないでしょうか。最初からね結構なんか距離近かったし、そうですね、収録の合間もペラペラ喋ってるしね、一緒に。そうですね、結構距離的にさ 100% だあるとしたらさ、どこぐらいまで今いけてるかな？もうだからもう 99.9 ぐらい。マジで？でも1周目でこの回でいけてるね、 100% は。いやだからもうそれこそここまで私に食い込んでくるトークスキルがあるのは空ぐらいじゃないかな。あ、本当？やっぱみんな、やっぱ喋ってると、ってこうなる人が多いんですけど、多いね、確かに。それでもぐいぐいこんだけ来てくれるな。だって俺のこのトークの、なんていうの、真似じゃないけれども、この人目指すっていうのくーちゃんだからね。くーちゃんぐらい喋れたら。それはちょっと間違ってるかもしれないですけど。この番組は、先週からもいろんな海外の方も見ていただけてるということで、くーちゃんはこれ海外にもたくさん行ってると思うんだけれども、例えば海外のライブね、台湾とかいろんなところでやったことあると思うけど、どう？これ日本とは違う？やっぱ暑さが全く違いますね。あ、そうなんだ。やっぱり日本人の人の方がちょっと恥ずかしいっていうのがあるのが、やっぱり立ち上がりが遅いんですよね。なるほどね。ちょっとこう温度がだんだん上がっていくけ、声出していいのかなみたいながあるんですけど、でももう海外のもうオーマイガーオーマイガーみたいな。台湾とかでもね結構たくさんやってたもんね。そうですね。もともと台湾が好きでやりたいなっていうところから何年か連続でやらせていただいたんですけど、合ってる人もいると思うし、いやまた行きたいですね。でもね本当にね、ちょっと今回の企画をさ説明するとさ、この後にいろんなファンからの質問が来てるんだけど、世界中のいろんな国から質問が来てて、ワールドツアーやらんのかっていう話も来てるわけよ。やりたいねえ、待ってるよみんな。いやだからただものすごいこのまま行くよ、喋りは関係ない。みんな勉強してな、空の番組で日本語ということで、今回はこのコーナー、Notice Me 先輩ガチャー。はい、世界中のファンから質問を集めました。素敵です。本当にいっぱいあったし、くーちゃんのファンさ面白くてさ、一人で8問ぐらいこう聞いてくる人もいるのね。やっぱりアーティストに似るんですかね。やっぱりそこは。それがさ面白いのがさ、日本の人だけじゃなくて海外の人も一人で何問も来るの。すごい来た。類は友を呼ぶ。そう。私ファンの方も家族やと思ってますから、基本的に。何でもいいですよ、もうほんまにありです、ありです。そちらの左手に見えるこの番組名物の、こちらですね。持ってきていただいて。こんな紙で作ったね。びっくりしたよ、正直。もうちょっとやつかな思いましたけど。ガチャだよねって言ってたのに、出来上がってきたら紙で。そうですね。これはいやでも親近感。親近感ある。親近感。番組スタッフがね頑張って組み立てたんだって。それここでくーちゃん準備よろしいですか？はい、じゃあパンパンに入ってますんで、いきますか。早速いきましょうか。どうぞ。何が出るかな。何が出るかな。あ、すごい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 。すごい手作りやのに段ボールが中でこうなりながら回ってました今。ジェレミー T アメリカ。はい。嬉しい、ありがとうジェレミー。Congratulations on your 20th anniversary。20周年おめでとうございます。20周年経ち、20年前の倖田來未と比べて今の倖田來未はどんな成長がありましたか？だって。
いい意味でも悪い意味でもやっぱり周りの見方がものすごく変わった自分に対してね。あ、そうなんだ。私20年前から変わらないところですこの喋りが、誰に対してもスタッフの人にも友達に対してもこのままやりたいそうだね。お話今日ね結構だからさ続けててねいきなりこんな感じで話せてるからびっくり。そうだ結構こういう感じで初めて会った人にも喋っちゃうんだけど、でもこれがね売れてない時に、結果を出してない時にこれしてた時は、なんか人懐っこい子やなで終わったの、例えばですよ、でそれが例えばヒット曲を出した時に、わーって喋ってるとなんて偉そうな人なんやって言われるようになったんですよ。はだから周りの見方が変わっちゃったの。自分が成長倖田來未という人が成長したことによって周りの見方が色眼鏡で見るようになっちゃって、だから私はこの結果を出した時にまあ私の尊敬する人に今まで以上にデビュー前よりも謙虚にいなさいと言われたんですよ。そうすることによって昔と同じような変わらないねに変わるから、でもやっぱりそこは変わらなきゃいけないんだよって、今までとは違う周りの見方が違うんだから自分が変わらないと今までのようには見てもらえないよって言われた時にやっぱこう人とこうなんか接することの難しさであったり、やっぱ音楽作りの中でこうもうちょっとこう倖田來未にはこれが合ってるんじゃないかっていうこうジャッジもできるようになったし、あと俯瞰で倖田來未という人をよく見れるようになったかなって、だからそういう意味ではやっぱ自分をちゃんと見つめて俯瞰で倖田來未という人をしっかりプロデュースしなきゃなっていうのは多分誰よりも強いかなっていうのはそうなんだ。でもなんかすごいなって思うのが自分自身を俯瞰で見れるってなかなかだってどうしても好きな曲やったり好きな服着たいしと思うけど、いや倖田來未ならこれを選ぶよねっていうのをやっぱり選びたいなと思う。なるほどね。ちょっとたくさん来てるから次行こうか。はい、行きましょう。どんどん行きましょう。はーい。何が出るかな。何が出るかな。頑張って段ボール。頑張って。失礼します。はい、ちょっと失礼しますはい、ね。なんでしょうね、その質問は上にあったのは。はい。ケールドカリオブラジル。はい、ブラジルいから。やー嬉しい。ブラジルからありがとう。来ましたということで、エターニティラブ&ソングスとカラーザカバーが素晴らしいです。はいはいはい。今後カバーアルバムを出す予定はありますか。20周年おめでとうございます。くーちゃんは世界中にいるファンのインスピレーションです。いやー嬉しいです。私ねカバーアルバムはもう一番大変なんですよ。そうなんだ。なんで？やっぱりね倖田來未ってそのキューティーハニーという曲でしっかり倖田來未という人を知ってもらったじゃない。でこれもカバー曲だったわけよ。ってなった時にやっぱりその自分色にどう染めるかっていうその原曲を倖田來未っぽくキューティーハニーを歌うならこうだなっていうのが形だったんだけど、人様の曲だからどこまで変えてもいいのかっていうか、アレンジをかけていいのかっていうところのボーダーもあったり、やっぱりなんかね倖田來未の新曲ですか、いやいやこれもともと曲あるんですよ、これがいいんですよ私は。やってて楽しいし。でもプレッシャーもありそうだよね。あります。だってなんでこんな風にしてしまったんですかっていう人もやっぱいるし、でも私の中で倖田來未がこのメロディーを歌うならこういう風に歌いたいなっていう感じで作ってはいるんですけど、だからやっぱ思うのは常に自分がいいと思うものを作り続けるっていうことが未来の自分につながっていくのかなってすごく思うから、その時否定されても私はその時いいと思ったから出すっていう考え方でやってはいるんですよね。頑張れるわ、やっぱこういう話を聞くと。本当ですか。次行こう。ちょっと回るかな。行きます。出ないかな。来た。生まれるか。生まれました。はい、生まれました。3問目の質問は誰だ。かっちゃん、ハンガリー。マジで？そんなマジでハンガリーの人でかっちゃん。かっちゃん。知ってんの？ハンガリーの人は倖田來未。知ってるんだって。だから本当いろんな国から来てるから。久美さん、そらくん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。これまでのキャリアの中で、今の自分からしたらここはこうしたなって思うところはありますか？それか何か後悔してることありますか？だって。私な嫌なこと全部忘れんねん。いや最高それ。そうやね。ぐーちゃんって結構寝たら忘れる系？そうなんですよ。だからそれこそ喧嘩したり悩んだら一回寝るっていうのを決めてるんですよ。あ、そうなんだ。一回寝て翌日まだそれでも気になったり、それでも腹が立ったら伝えるんですよ。なるほどね。それこそ当時はライブハウスとかクラブで歌ってた時にそのねステージがそのビール
ケースが置いてあって、その上でベニヤ焼いて弾いてあったところで歌ったりしてた時代もあったんだけど、それも今となってはやっぱりあの時代があったからステージを用意してもらえる幸せな思いも感じれてるし、お客さんが3人とかやったんが今こんなにたくさんの人が集まってくれてっていう風に感動につながってるし、だからね全部ねしんどかったなとか辛かったなはいっぱいあったけど、後悔っていうのはもしかしたらないかもしれないですね。いやそっか。ということでかっちゃん、くーちゃんはないそうです。ないのよ、忘れちゃう。そう、もうこういうタフで、こんな感じだからやっていけてるのよ、20周年。きっとね、その時のもうその時嫌やなと思ってます。絶対何年後かに意味があるから。はい、次行こう、くーちゃん。次は初めて日本人。日本来ました。はい、キノピー。ありがとうございます。キノピさんはこんにちは。ファン歴11年の20歳で今年成人式を迎えますだって。若っ。今までうまくいかないことばかりで自分が嫌になります。気持ちが落ち込んだ時などはどんな風に乗り越えていますか？またおすすめのシャンプーなどあれば教えてほしいです。飛ぶね飛びますね。みんな面白いんだよ。一人で何個も質問してくる人もいれば、一人で一つの中に2個入れる人もいるし、落ち込んだ時どんな風に乗り越えるか。私はね、もう全部ネタにしちゃうの。そうだから女の子を集まって結構ね、笑い話に変えちゃう、ネタにしちゃう一つを、もうすごいもう一緒にいたかったけど振られてしもったっていう時も、それをネタにして、でももうあいつはこういうやつだったからなとか言って笑いながら嫌なことを笑いで解消していくっていうか、泣いて笑ってみたいな。いやポジティブだよね、くーちゃんね。てかなんかこう吐き出すって大事だね。吐き出した方がなんか前に進むような気がするし、常になんか嫌なことがあったりとか、悲しいなとか落ち込んでも、こういうことに私はマイナスに思うんだったらこういう時はこういうふうにしようとかっていう、結構ねネクストにすごいこう変化しちゃうタイプ。ちなみにくーちゃんおすすめのシャンプーは？おすすめのシャンプー、子供がいるんで、ココマムっていう子供でも赤ちゃんでも使えるシャンプーがあって、それはすごくいい匂いですね。ですって。皆さんお買い求めくださいまし。くーちゃん次行こう。次。はい、どんどん行こう。いや分かった。くーちゃんめっちゃ喋るね、やっぱりね。すごい喋る。すごいでしょう。いやなんかここまでね、くーちゃん10人目のゲストだけど一番喋ってるわ。そうでしょう。それはね自信あるの。もう本当に。アメリカ、シーシーちゃん。シーシーちゃんありがとうございます。これはまたこんにちは。好きなデザートは何ですか？プリンアラモードですって。そう、私プリンが大好きなの。あと生クリームももう業務用みたいな絞ってある、もう分かる？こうキュッてやったら出てくるやつ、あれ好き。もうあのまま行くの好き。結構すごいな。フィリピンミラちゃんかな。はい、フィリピンから20周年おめでとうございます。くーちゃんの歌声と歌は大好きです。さまざまなジャンルの音楽を作ってきたと思いますが、くーちゃんにとって歌いやすいジャンルと難しいなと思うジャンルを教えてください。いや、私ほんまはロックが好きなんですよ。そうなんだ。ほんまだから Can We Go Back とかダンスインザレインとかも入ってくるのかな、そこに。でもバラードも好きですよ、ああいう歌系もね。でもね、ジャンルで言うと実はライブよく見に行くのはロックバンド系が多いんですよ。そうなんだ。そうなんですよ。で、うちの曲で言うと Can We Go Back だったりノーマンズランドとか、ああいうのに入ってるね。そうだからサムタイムズも結構バンドっぽい曲で、結構ねそうバンド系が好きなんですけど、やっぱ歌って踊る倖田來未というスタイルでは、ダンスものがR&B とかヒップホップみたいなものの方が基盤となってるので、あんまり楽曲にたまにしか入ってこないですけど、たまにだからそのロックを歌わせたりっていうのもあるから、たまにこうロックサウンドの曲も入ってはくるんですけど。歌いやすいのはロックなんだでも。この20年で変わったのは、昔はバラードの方が歌いやすかったんですけど、今は逆にバラードの方が奥が深いなって思うようになってきて、バラードの方が最近難しいなと感じてきてるの。いや今もうこれが放送されてる時にはさ、新しいアルバム「Angel My Name Is」と「Monster My Name Is」あるけど、バラードもちょっと入ってるけど、くーちゃんバラードの表現力半端ない。いや嬉しいわ。絶対難しいでしょ、フォーとかランとか歌うの。そうですね。いやもうランなんてあれ2年ぐらい実はもうなんていうんだろう、秘蔵と言いますか。そうなの？これは20周年に出すと。そうなんだ。ちょっと待って、くーちゃんその話はちょっと第4部にとっとこう。分かった。はい、とっとこう。はい。
ということで、まあ難しいのはバラードだそうです。はい。ということでくーちゃん、第2部はこの辺でスパーンと一回終わりたいと思います。ありがとうございます。いや本当にいろんなところから集まりました。はい。でね、ちょっとさっきお話もしたけれども、くーちゃんの最新アルバムは12月の2日に2枚炎上とモンスターって出てるので、はい、皆さんよかったらサブスクもあるし CD も販売されてるので聴いてみてください。本当に半端なくかっこいいアルバムです。ありがとうございます。ということで、じゃあ今日もまた来週もまだあるので、一緒に See you next week で終わりましょうか。はい、はい、じゃあせーの See you next week。 くーちゃんでした。チャンネル登録してね、今すぐによろしくね、よろしくね、よろしくね。